はい、こんにちは。オフセンターヒット試験ね、これをいろんなパターを使ってやってます。1センチ2センチずれた時にね、パターヘッド形状とか、あとその当て方ですよね、ヘッドの浮かせ具合、マイナスロフトの度合い、それによってやはり振動が発生したりね、シャフトのトルクが発生して、外れないケースがあります。ただね、この機械で、クランプのような形でここをねギュッと完全固定すると、塔で打った時にトルクでヘッドがね開こうとする。でヒールで打った時は、逆にかぶろうとするというかね、その影響があるんじゃないかなというようなご意見等もね、コメント等もいただいて、実際には私人間としてやってこのグリーンは13.32 フィート出てます。速いグリーンですけれども、2メーターか4メーターぐらいのインパクトの強さであればね、等2センチに当たっても、打感は違いますよ。当然そのボールの初速が違いますから、振動は発生してるし、シャフトのネジで等は発生してるんで打感は違うんですけれども、カップインに影響はない。つまりね、ショートパットのカップインっていうのはフェースの向きっていうのはものすごい大事なんですよ。打点よりも、あと当て方ね、ヘッドの浮き具合、それからロフト、これが重要で、芯っていうのは少しねずれても大丈夫、ショートパットに限って言えばね。ただ打感としては人間は感じるんだけれども、そういうような、結果がもう出てきてます。ですからフェースを開いたりかぶせたりね、そういうインパクトをしたらこれは入りません。ですけれども、少なくともフェースの向きがしっかりとカップの方向を向いていれば、打点はね、2センチと2センチヒールでもほぼ入る。それで今日はそれを証明するために、まず私が打ちます。人間として打ちます。そして、機械じゃダメだということなので、そういうご意見もあるのでね、どうなんだっていう。で、人が打って、それでソフトに持ちます。ギュッとは持ちません。ソフトに持って、そして、等2センチで打つように努力します。で、それはこの機械、パットラボというこの機械で、等で打ててるかどうかはね、測定できますので、それでやってみたいと思います。本当に等2センチで打てて、そしてそれがカップインするのかということね、その検証です。で、今セッティングとしては距離はね、ここを見てください。2メーター。ね、カップまでの距離2メーターにしました。はい、で平地です。で今キャリブレーションをするのに、こうしますと、今ね、これを見てください。このレーザーがちょうどカップの真ん中を指してますよね。はい、ですから方向はストレートラインの真ん中で、今セッティングをするときにここにボールを置きますね。キャリブレーションしなくてはいけないので、この機械で、メジャーというところにやります。でこのパターのもうロフト1度、来角70度、長さとこういうのを入れてありますので、ここでスタートします。キャリブレーションがスタートするんですが、こういう状態ですよね。それで、私一人でやるのですぐではなくて、時間でですね、今セットをしました。これでキャリブレーションしてます。はい、これでキャリブレーションができました。今見てください。この状態アップにしてください。ね、センターで構えた状態で今キャリブレーションをしてます。で今こうやって動くと、それに連動して、例えばこれフェース開きます。フェースをかぶせます。で前に出したりすると動くということが分かりますね。はい、今レーダーでこれがほぼ今ターゲットを指しているという状態です。はい、ではいきますよ。でこのまま打ってはダメですよね。このまま打ってはダメなので、等2センチでいいですか、等2センチで打つように、ね、
こう構えますので、それで打ってきます。はい、じゃあいきます。はい、入りました。等2センチで打つ。緊張しますね。打感はやっぱりね、はい、見てください。等2センチ。はい、等2センチでいきます。はい、入りました。3球にセッティングしてますので。はい、等2センチ。はい、入りましたね。真ん中から入りました。はい、今これの測定が終わりましたんで、これをデータを見せてみますね。データをちょっと調べてみます。セーブをします。今3球終わりました。そして今これですね。プロフェッショナルリポートをオープンにすると、こういう赤いのはこうタイミングとかなので、今見てください。結果を解説しますと、こちらエイムね、照準、フェースの向き、セッティングした時に3回やってるんですが、3回とも 99% とコンシステンシーですね、一貫性は 100%、 そしてフェースの方向性が 99% ですから、ほぼちゃんと構えられてます。それでここ見てください。ここが芯ですので、芯に対して、遠側でね構えているということで、フェイスはクローズ 0.1 度クローズですね。0.05、0.11、0.15 で、この赤いのはね、傾向ですね。テンデンシー、傾向とタイミング、これはあまり気にしないでください。それから全体としても黄色出てますけども、このコンシステンシーですね、完成という部分で、構えは良かったと、ね。問題はここですね。等で何ミリで打ったのかという結果が 20.6 ミリですから、しかも3つともコンシステンシーが96% で、ほぼ同じ打点で、20ミリのところで打ったと。その結果見ていただいた通りに3球ともカップインをしました。で、こちらがパスですね。軌道の方向はインサイドアウトの1度であるということですね。それでこれも再現性は高かった、一貫性は高かったということで、こっちハイアットインパクト、ヘッドの浮き具合、このパターですと9ミリから14ミリ、8.7 ミリ浮いてますので、ちょうどいいと思います。で、ライズアングルが 2.1 度アッパーブローという結果が出ています。以上のことからね、等で2センチオフセンターヒットしても3球ともねカップイン。人間がやることは、多少なりともね、機械のようにはいきませんので、ただ事実としてねお伝えするのは、等2センチで打っても特にインパクトの時にフェースが開いて右行ってね入るっていう現象は起きないという、ただ打感としては感じますよ。明らかに芯では打ててませんので、そういう意味では振動ですとかボールの初速も落ちてると思います。で、打感も心地よい打感ではないんですけれども、フェースが向いてる方向が最優先されるべき、フェースがカップの方をちゃんと向いていればね、打感は悪くてもカップインはすると、そういう結果が出てます。はい、以上になります。